我流です。今日はちょっとした小ネタなんですが、約4ヶ月前にアップしたこちらの動画の検証結果をご報告しようと思います。この動画は従来のダイソーエポキシ接着剤とは別に新しくクリアエポキシなる商品が発売されたので、従来のエポキシとクリアエポキシ、そしてウレタン塗装を同じジムに施し、仕上がった時点では見分けがつかない透明度が経年でどのような変化をするのか実験してみるという動画でした。その検証方法ですが、この3本のジムを毎兆個持参して釣りをしている間は常に海水と紫外線にさらし、家に帰ると一般のルアーと同じように真水で塩抜きをして陰干しを繰り返すという至って単純な方法です。検証に費やした時間は約4ヶ月、その間の調光回数は9回、日光と海水にさらした延べ時間は約54時間といったところです。ということで、結果を報告する前に動画についたコメントをちょっと紹介しましょうか。どうせ黄ばむに決まってる。ただ単にダイソーが同じものを半分の量にして売ってるだけだろ。結局エポキシってのは黄色くなる運命なんだよ。正直、期待できないわ。俺はウレタン一択よ。貴重な固定観念と先入観、ありがとうございます。それでは検証結果をご覧ください。目に見えて差が分かるまでには半年くらいかかると思っていましたが、意外にも4ヶ月ではっきりと分かるまでになりました。正直、従来のエポキシの黄ばむ速度の速さの方に驚いてしまうのですが、とりあえず同じものを半分の量にして売ってるとコメントした方、よく見てください。これはもう、ダイソーに謝った方がいいレベルですね。少なくとも中身が違うのは間違いないです。それほど長い時間ではないとはいえ、強烈な紫外線の下にさらしていて透明感をキープできているのは素晴らしいです。よく見てください。ウレタンの方が若干変色しているの分かりますか？これはすごいと個人的に感じました。もちろん4ヶ月経過した時点のレポートですので、これから先急激に黄ばむ可能性もあるわけですが、ルアーのコーティングや補修、ガイドラップとこれはかなり使えそうです。参考までに、こちらの改造ダイソーロッドのコーティングやラッピングにも、アセトンリムーバーで薄めたクリアエポキシを使ったのですが、こちらも結構な頻度で使用しているにもかかわらず、まだ透明感はキープしています。とにかく、私の個人的な感想ですが、このエポキシは本当にありがたい。これからも使い続けて気づいたことをまたリポートしたいと思います。皆さんも、ぜひ使った感想など聞かせてください。ということで、また。